皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回から始めた、玉木のスポスポーツラーツライタイターー入門講座。今回は、その2ですね。その2ですね。その2で、とにかく疑問を持ってほしいという話をするんだけれども、それの大前提として、もしスポーツライターやりたいなと思う人があったとしたら、スポーツを嫌いになってください。でも絶対にもうそれは無理やりでいいからで、私も嫌いになりました。で、本当は好きだったんですよ。子供の時から草野球ばっかりやってたしね。で、小学校6年の時に東京オリンピックを見て、もう大興奮して、スポーツってなんと面白いんだって、自分でもインターハイ目指してね、やってたこともあったぐらいで、スポーツは好きだったんだけれども、スポーツライターになった時に、自分がそういうものをやりたいと思った時には、これはダメやと、すぐ気づきましたね。好きではダメだと。なんでかというと、わかりやすく言うと、恋は盲目っていう話がありますから、盲目になってしまうと、わからなくなるんですね。そうですね。それで女の人で自分で恋してね、本当好きになってしまって、盲目になって好きだっていう人と一緒になったりしたら、それはそれで幸せなんだろうけれども、スポーツとか、あるいは職業でもそうですけれども、本当に盲目になるほど好きになってしまったら、今度はアバタもエクボになってしまって、何も見えなくなってしまう。そのうちになんかもう、野球の取材してたら巨人の言うことばっかり書いてたりとかね。もう、阪神に行ったら阪神の言うことばっかり書いてたりとか。だからもうサッカーの取材に行ったら、川淵さんの言ったことばっかり書いてたりとか。そんなことではね、ジャーナリズムとしては成り立たない。絶対に。一番必要なのは批判ですからね。批評ですからね。批判精神をまず持つためにはどうしたらいいかというと、疑問に気づくことですね。自分で。嫌いになった上で疑問に気づくこと。特にスポーツはもう疑問だらけですから。周りに落ちているもの、スポーツの言葉として落ちているもの、全部疑問です。これはいろんな機会を捉えて、私も喋ってるんで、同じこと二度言うなっていう人出てくるかもしれないけども、例えばね、ボクシングはなぜボクシングというのかとかね、レスリングはなぜレスリングというのかって。これ見てる人でレスリングって、レッスルってどういう意味かって知ってる人いますかね。こういうのを疑問に思わずにレスリングのこと語っちゃいかんのですよね、本当はね。でも、ちょっと英和辞典をね、引いたらレッスルって言ったら、犬がじゃれ合うこととかって書いてあるんですね、ちゃんと。ということで、要するにあれは動物がじゃれ合っているという言葉が一番最初のレッスルやったわけで。だからレスリングっていうのはあれ、パンツを掴んだり着ているものを持ったらダメなんですね。あれは要するに動物同士の争いを人間化したようなもので、なぜそういうものが流行ったのかって言ったら、それはやっぱり血がなかなか出ないというの技ばっかり掛け合って、血がなかなか出ないもんだから、格闘技として、素晴らしいもんだというような評価を古代のギリシャのオリンピアード、要するにオリンピックの祭典なんかでも、ギリシャの素晴らしい5種類の古代5種競技と言われている中の一つに選ばれるぐらいになったというようなことが疑問から出てくるわけ。もう、要するに疑問を持たない人ってのは当たり前で結構多いというよりも、普通のファンならいいですよね、別にね。バスケットボールの歴史スポーツ好きのよく見てる人みたいな人だよ。スポーツ好きの人もね、ものすごく細かいこと知ってる人がいてね、例えば、あれを、スポーツジャーナリスト塾、昔、小崎が聞いてくれた
それに第1回目でもあらゆる人に面接した時に、はい。すっごい詳しい人がいてね、なんせあギリシャのサッカーリーグのね、4部かなんかの話までできるというね。あ。ほんで、そこまで知ってますとか、あんだか言う人は、はっきり言って私の、面接から落としました。まあ、そうですよね。そこまで知っていたら他のことが見えなくなるっていう判断をその人には悪いけど、せざるを得なかったですね。マニアックっていうのも限度があるっていう感じですね。ただ、単純に疑問っていうのは本当にそこら中に落ちてるんですから。で、その疑問っていうものをうまくインタビューなんかにぶつけたら、いい答えが返ってくる。私が今までで疑問で一番面白いなと思って面白い答えを得たっていうのは、はい。あれなんですね。塚原光夫さんという、体操の人で金メダリストですね。で、跳馬の塚原跳びとか、世界で初めてムーンサルト、月面宙返りを鉄棒でやった人ですね。はい、で、月面宙返りってのはめちゃめちゃ面白いんですけど、あれはこう回転している中で体をひねるわけですね。ということは、回転とひねるはこう90度の関係ですから、力が移らないわけですね。それをどういうふうに移したらいいのかっていうのを、膝をこうして、腰をこうして、足をこうしていたら、力が伝わるんで、回転がひねりになるって言って、生まれたのが、月面宙返りだった。で、塚原さんはそれを遊びの中で、見つけたっていうふうに言ってたんだけれども、一人がそれをやると、次々とやるでしょ、誰も、体操の競技っていうのは。だまあ、かつては、その、月面宙返りなんかウルトラ C とか呼ばれた。はい、今では、I とか J とかその辺まで言ってるらしいけど、昔は C だったんですよね。それのウルトラだったのが。はい、それで塚原さんに私は、どうして一人が月面宙返りやるとみんながやるようになるのか。例えば白井なんかでもそうですよね。白井の4回ひねりって床で、あれはまあ下にバネがね、つくようになったしできるっていうのもあるんだけども、4回ひねりが誰かやり出すとみんなやり出すんだよね、4回ひねりを。足をこうやって飛ぶときにこうやってっていうのが見えたらできるんだと。その時に塚原光夫さんが言ったのが、はい、体操というのはやれないことに挑戦したことは一度もないと。人間のやれることの発見であるっていうふうに言われたんですね。これはすごい言葉ですね。これひょっとして、これあらゆるスポーツ、全スポーツにね、当てはまることではないのかな。例えばそのウサイン・ボルトが、今、9秒いくつだ、73か、なんかで、走りますよね。まあ、間違っていたら後で訂正してください。で、それで走るっていうのは、体、身長で、筋肉で、はい、足の動きを持ってる人が、ああいう動きをしたら出る記録だと。いう感じ。他の人たちがまた改めて、他にこういう動きをしたらこういうスピードが出る。ただし、それは身長差もあれば、足の長さの差もあれば、筋肉のつき方の差もあるから、これが限界である。っていうふうにして考えたら、人間スポーツっていうのは、本当不可能への挑戦というのは何もないんじゃないかと。サッカーのバイスクルシュートにしてもね、サッカーの奇跡的な動きでから放たれたものについても全部できることをしてるんであって。まあトラップなんかそうですよね。みんな真似するようになりますもんね。そうそう。途中で消えてね、飛ぶわけと違うんだから、全部こうやれることを発見する。まあ言ってみりゃ、それで塚原さんとその時インタビューした時に、そうですね。俺たちコンピューターで原稿書いてる時も、コンピューターの機能全部使ってませんもんね。とか言いながらね。やっぱり人間の機能というものを全部使うと、どんなことができるかっていうものをやっているのがスポーツ競技だと。ということは人間の発見であって、速さへの挑戦とかね。なんかそういう未知への挑戦ではないんだというのが分かったら、今度は
なんか哲学にもなってきますね。うん、地球はやっぱり守った方がいいんではないかとかね。SDGs はどう考えたらいいのかとかね。これスポーツってあれにそういうところなんですよ。だから、未来への挑戦ではなくって、自分への挑戦、まあ、ある意味挑戦なんだけれども、不可能を可能にするということは一個もしていない。可能なことをやってるんだということが分かったという。まあ、ボルトもそうですよね。重心をあまり動かさない。そう。昔はね、筋肉で体を道路を引っ張るかっていう話だったのは。だからね、あると、それに対する言葉をどうつけるかっていうのがいろいろあってね。それこそもう野球のバッティングなんてもうはっきり言うと言葉の洪水でしょ。もう昔はむちゃくちゃだよね。もうダウンスイングが一番素晴らしい。上から叩き下ろさなきゃいけないって言ってたらね、今度は体が開いちゃいけないっていう。今度は軸がぶれちゃいけないっていうようになってきて、で、最近ではアッパースイングがいいんだって変わってきてたもんね。これは言葉が変わってるだけの話であって、昔からやってることははっきり言うと同じかもしれない。そこに今 AI というのが登場して、いろんなスポーツが変わってきたことも事実だっていうことに、逆に気づくことができるんですね。だから今日は初め、スポーツライター入門の、なんていうかな、まあ2回目といっても細かく喋る1回目で、多くの疑問をたくさん持ちましょうというところから、どんどん広がって、結局インタビューで聞いた塚原さんの話になって、そこから人間の限界の話まで行ってしまうっていうような広がりができる。というのが、このスポーツにまず疑問を持とうと。とにかく疑問を持とうと。だからサッカーは素晴らしいと言ってる人に、サッカーってどういう意味って聞いたらもう知らない人が本当もう9割以上だしね。まあ、もっとじゃないですか。もっとかな。私一度ね、それこそこの番組にも出てもらった坂上先生なんかも参加している、全国の体育の先生ばっかりの会議に出たことがありまして、そこで講演をさせられまして、それも和歌山県のでっかい体育館の中で1000人ぐらい前にしてやったんですね。体育の先生ばっかりですよ。その体育の先生に、サッカーという意味を知っている人って言ったらさすがに体育の先生でしたね。知っている人が10人ぐらいはいましたね。1000人のうちの10人ぐらいでしたね、手が上がったのが。まあでも、早稲田の人は知ってるはずですよね。悪しきって言ってますからね、あそこは。まあ、悪しきアソシエーションフットボールと言ってますから、早稲田の人は知ってるかもしれない。悪しきとらしきですからね、あそこ。でも意味は知らないとかなんか言いそうだ。あそこまで早稲田の人を馬鹿にしてはいけないかな。なんかとにかく、そういう意味では私も、スポーツライター、私がね、スポーツライターって言葉発見したのが、35歳かもうちょいの時なんですよ。その時にスポーツイラストレーターを読んでた時に、スポーツライターとか出てきて、あ、これやって思ったんですよ。それより前ね、原稿書いてて、それこそ取材記者やってたから、署名原稿はなかなか書かせてもらえなかったけれども、34ぐらいから署名原稿を月刊現代とかに書き始めた時に、スポーツ評論家とかね、野球評論家とか書かれたんですよ。これはちょっとね、感覚を違う。野球評論家って書かれたら、別所武彦さんとか村山実さんとで、それはちょっとおこがましいしね。評論家ってなんか年寄り臭いしっていうんで、私は60歳になった時にスポーツ評論家、それから今はスポーツ文化評論家って言ってますけれども、いや評論できるようになりましたけれども、何かいい言葉ないかなと思って探したらスポーツライター。で、スポーツライターで書き始めたら、あらゆる出版社、テレビ局、ラジオ局、全部使わせてもらえませんでしたからね。そんな言葉はありませんって言われた。僕も今でもそうですよ。僕もなんか
ある今でも雑誌だとフリーライターって書かれますね。ああ、フリーライター一番嫌な言葉ですよね。なんか原稿料タダで書いてるみたいですよね。原稿をね。なんか、だからそういう感じでね、スポーツライターがね、通り始めたのがね、増田明美さんとかね、それから野球の青島健太さんね、はいはい、なんかがスポーツライターっていうふうに言い始めてくれて、うんそこら辺からこうちょっと輪が広がったっていう感じがしましたけどね。まあ、ついでにちょっと付け加えて話しますと、はい、スポーツジャーナリストっていう言葉はあんまり私は好きじゃないんですね。それでやっぱりジャーナリストっていうのはスポーツだけのことをやるんじゃなくて、全般のことを取材して書くのがジャーナリストであって、スポーツだけに限定しちゃいけないなっていう気がしてるのが一つと、もう一つはスポーツジャーナリストって言って、スポーツってのはどの範囲まで言うのっていう時に、また難しくなりますよね。スポーツの範囲はどこまでのことかなっていう。音楽はスポーツかなというので難しくなるんで、私はあんまり好きじゃない。でもスポーツライターはすごく好きな肩書きでもあったし、今でもスポーツライティングの世界っていうのは好きですね。スポーツを書くっていう。まあでも海外行くと、ライターっていうと小説家なんですよね。そうそうそう。だから、スポーツライターってスポーツ小説を書いている人みたいな言われ方をね、されることはありますね。そうです。海外取材に行くと。私がスポーツイラストレートで読んだ時はそういうニュアンスではなかったような感じもしてますけどね。まあ、和製英語でも何でも構いませんけど、スポーツライターは私のでもスポーツライターっていう人はいますよね。人はいますよね。います。スポーツライターでいきましょう。ただしその時スポーツライターのスポーツはできれば単数形で書いてください。というのは、ヤンキースタジアムが単数形、ヤンキーススタジアムとは言いませんし、ドジャースタジアムもドジャーススタジアムとは言わずに、ドジャースタジアム、ドジャータウンと言いますから、名詞が形容詞的に使われる場合で、所有格を持たない場合は、名詞が単数形になります。それをご注意ください。スポーツライターということにしましょう。ということで、ただし、今、スポーツは単数形も複数形も同じように使われてますから、複数形で書いてもいいそうです。複数形が単数みたいになってますよね。そうです。複数形が単数のような全体のスポーツを足している、表しているというふうになっているそうです。というのは私の友人の英語のものすごく堪能な男に教えてもらったことです。ということで、第2回目のスポーツライター入門講座、でした。わかりました。はい。次回はですね、今週のテーマ、玉木のスポーツライター入門講座のその3、スポーツの何を知り、何を学ぶかです。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。